皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、元フジテレビアナウンサー、長谷川豊氏がフジテレビの実態を暴露するという動画がネットで大いに話題となっているので解説していこうと思います。つい先日、フジテレビが記者会見し10時間もの間、記者とのやり取りをし、それをテレビ中継するといったことがありました。それを一つのきっかけとして、テレビでも、この後は第三者委員会の調査をもってして、ちょっと話題が出るのは少なくなるなといった感じにはなっていたのですが、X や YouTube では話題の中心は未だにフジテレビです。フジテレビは今、番組が注目されるのではなく、フジテレビそれ自体がコンテンツとして消費されている状態だと言えるでしょう。ただし、それは面白いからではなく、フジテレビの企業風土が正常能することが企業風土として根付いているのではないかといった疑惑から、多くの人たちが自分が被害に遭ったであるとか、自分が見聞きしたといったような話をしたことにより、大いに注目されているような状態です。そんな中で出てきたのが、ホリエモンと長谷川豊氏の対談動画です。こちらがホリエモンの YouTube 公式チャンネル。チャンネル登録者数は213万人。この213万人を上回る勢いで再生されたのが、長谷川豊氏との緊急対談とタイトルの付けられた動画です。投稿から23時間で309万回再生されています。対談動画は1時間程度ありますので、まずはサクッとまとめをしておきましょう。長谷川氏曰く、フジテレビ社内において、女子アナはキャバクラ嬢のような役割で、タレントやスポンサーなどに対する接待要員として非常に多く使われていたという話をしています。女子アナとして採用するからには、銀座のキャバクラ嬢で1位になるぐらいの容姿や、男性に対する対応ができるような覚悟が必要だという話をしていて、そうした発言は何も社内だけではなく、フジテレビに就職希望でやってくるような人たちに対しても平気で口にしていたということです。また、女性を接待要員として使うだけではなく、男性についても同様の措置が取られており、長谷川豊氏自身も番組の出演者に強烈なディープキスを行われたといった話なども動画の中で語っていました。また、フジテレビのプロデューサーの行動は非常にひどいものであり、しかもそれが社内では黙認されていた状態だったという話をしています。男性プロデューサーは10代、20代の女性と肉体関係を持ち、そうした肉体関係を持った女性を積極的に番組に登用するなどして、周囲もそれを知りながら止めることができなかったというのです。長谷川氏はそのような状況について周りは止めたいと思っていたようだとは話してはいますが、彼の口ぶりからすると、そうした状態が日常な光景だったのでしょう。さらには、そのような問題行動をしているとしか思えないような人物をフジテレビの経営層だけではなく、フジメディアホールディングス全体にとっての頂点とも言えるような人物としてたびたび名前が挙がってくる日枝氏が非常に重用しており、フジテレビ社内におけるセクハラ、パワハラ、そして外部との性接待や性上能、そうした性の部分を除いた部分での過剰な社員を導入した接待構成なども非常に多数あったといったことを話しています。また、そうしたことが日常的にあったことから、フジテレビ社内においては問題について発言すると、むしろ周りからはなんて場を乱すようなことを言うのだといった感じで冷遇され、場合によっては左遷されるような動きといったものが社内では起こり、それがまたフジテレビやフジメディアホールディングスというグループ全体における人事においても、日枝氏に対して従順な人物しか上に上がっていけないような人事が行われ続けてきたというふうな話になっています。こうした権力を握る人物が長い間企業の頂点に立っていると問題があることを知りながらそれを告発せずに、そうした体制の中でぬくぬくと過ごしてしまう人物が量産されてしまいます。そのため現在のように問題が明るみになり、内情について話しやすい状態になった今でも、まだまだ実態に比べれば、私たちが見聞きするような話については、氷山の一角に過ぎないという状態なのだそうです。私は話を少しまとめましたが、実際にどういったことが行われていたかについて具体的な名前や状況などについて詳しく知りたい方は、元動画の説明文の中にリンクを貼っておくので、そちらから対談動画をご覧ください。こういった話については、これまでは誰かが言っているのを聞いていたといったような、いわゆる伝聞の話が多かったわけですが、今回の長谷川豊氏の場合だと、自分自身が元フジテレビ
アナウンサーだったといったいわば内部にいた人間自身の告発談としているところがこれまでの話よりも強烈だったことから大いに話題を呼び YouTube でも先ほど戻ったように300万回再生を超える勢いでますます拡散されています。同様に自分自身の体験談として話している人まだいるのでちょっとそちらの方もご紹介しておきます。こちらのチャンネルは女子アナ時代にフジテレビ関係者から被害を受けたと告発している青木かのんさんのチャンネルです。チャンネル登録者数は 61.7 万人。それに対してフジテレビの偉い人から受けた全てをお話ししますという動画。こちらの動画は投稿から13日で719万回再生されています。青木かのんさん曰くフジテレビの制作陣は悪い意味でイケイケな人が多い。私が別の局でアナウンサーをやってた時に、フジの番組制作を掛け持ちしているお偉いさんの車によく乗せられたんだけど、キスや体を触らせて満足していただくまで下ろしてもらえなかった。断るとキレられる。当時は精神おかしくなって毎回薬飲んでた。という告発をしています。青木さんの場合だとフジテレビ関係者からの被害を受けたといった話だけではなく、その他芸能界全般で言っても被害を受けた例などがあり、その中の一人は TKO の木下さんだとして、これもまた YouTube 上では大いに話題になっていました。タレントの木下氏の場合だと、過去の悪行といったものも次々と暴かれているような状態で、性加害をしてもそれがもみ消されてきたといったような状態だったと言えるでしょう。さらには、フジテレビ関係者から覚醒剤についての斡旋を受けたといったような話をしている元芸能人などもいて、フジテレビ問題はまさに企業風土そのものが非常に問題視されている状態です。ただし、これらの話について、全部が全部本当かどうかについては定かではありません。だからこそ非常に重要なのが、第三者委員会でどこまで調べを進められるかです。刑事事件ではありませんから、取り調べはあくまでも任意のものであり、話している内容について別に偽証罪がかけられるわけでもありません。重大なことについて隠していたり、嘘をつくといった可能性もある中で、どれだけの人たちを調べて、どれだけの余罪といったものを洗い出しできるかが、これからの第三者委員会の活動にかかっています。ただ、今回のような非常に強烈な男性女性問わずの性上のやもしくはそれに至る直前の接待が日常化していた件などについては、まともな企業だとはとても言えないような状態なのは明らかでしょう。また、今回の私の話はフジテレビ問題としていますが、その発端となった中居正広氏と女性との間におけるトラブル、こちらの問題においても、フジテレビの対応が非常にまずかったといったことは間違いないことであり、そちらもまた改めて精査する必要があるでしょう。少なくとも中居正広氏が女性との間で示談をする必要があるトラブルが発生し、それをコンプライアンス部門が把握することもなく、一部の経営者が自分たちだけで情報を握り、このままバレなければ隠蔽できるかなといったような状態になっていたことは、会社の経営責任を問われるような問題です。記者会見を行った際に、港社長自身は責任を取って辞めるといった話をしていますが、結局のところ、今回の一件だけではなく、今回の一件が起こるまでの間、ずっと企業風土としてセクハラやパワハラといったものが横行し、それが当たり前であり、それを問題視することこそ、左遷されるような企業風土を作っていた人物たちといったものが、より上層部にいて、それらの人たちが安泰だというのであれば、これは大きな問題でしょう。ただ、今回の一件をもってして、フジテレビ単体で大きく収入が減ったとしても、フジメディアホールディングスというグループ全体で見れば、まだまだ経営的には安定しているのだそうです。フジテレビで広告が減って、フジテレビが単体で赤字になったとしても、グループ全体で見れば、不動産開発や都市開発、観光事業などにおける利益で十分穴埋めできるというのです。フジテレビに自浄作用がなければ、今のような企業風土が温存されることになるでしょうし、そのようなことを許さないという声は結局のところ、今のところ株主総会で全経営陣の入れ替えを望むような大きなうねりが出ないと、
一気にホワイト化するのは難しいかもしれません。それだけに、まだまだ内情の告発や、被害を受けた人や誰が加害者であったか犯人探しをする動きといったものはテレビ報道されないところで次から次と現れるのではないかなと私は思っています。というわけで今回はフジテレビ問題でさらに火をつけるような動画が現れました。ホリエモンと長谷川豊氏の対談動画は1日で300万回再生を超え、まだまだ多くの人たちがこの問題に関心を持っていることを示しました。フジテレビが第三者委員会の調査、そしてその後の再発防止策を実施しない限りは、今のような問題はさらにまだまだあるぞと話題が現れても不思議ではありません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。